ガレージパンクといってもいろいろあると思うんですけど、はい。特にデスさんは好きだったり得意だったりする、そういう部分を紹介してもらえますか？世界レベルのガレージパンクっていうのが、僕、正直そんなわからないです。で、後々ガレージロックっていう言葉も出てきたと思うんですけれども、その境目も自分あまり今でもよくわからなくて、ただ、ガレージロックよりガレージパンクって言ったのがかっこいいかなっていう気は、個人的にはあるんですが、ただガレージパンクって言ったら、それこそバックロンザグレーブの、その前、ガレージロッキンクレイズやられてた、ジミー・マシコさんですとか、最初はね、あとは、今で言うと、ザ・フェイダーズの豊蔵氏とかが、やっぱり全然僕なんかより、ガレージパンクに関しては詳しいんですよ。で、もちろん嫌いじゃないんです、ガレージパンクっていうのは。大好きなんですけど、ただ、よく考えると自分ってガレージパンクじゃなくて、プリミティブロックンロール。プリミティブロックンロールっていう自分の中の意識がすごく高くて、それはプリミティブロックンロールっていうと、これもまたずるい言い方なのかもしれないけど、何がプリミティブかわかんないじゃないですか。でも、なんだろうな、僕が思うプリミティブロックンロールって、ガレージパンクもあると思うんですけど、こう、なんだろう。なんかこう、昔、原始時代のお祭りの音楽だったりするノリだったりとか、あとは、なんだろうな、リズムって結構大きいかな。あと、大好きなのは、ちょっと変態ロックンロール。僕の思うプリミティブロックンロールって変態ロックンロールだと思うんですよ。ふざけたノベルティソングみたいな。ああいうのが、自分は好きになってしまって、で、例えばですね、ここにある、ロカベリーサイコスタンダーガレージディジーズ。これは、僕がそういうのを知る前に最初に知ったコンピレーションなんですよ。僕、コンピレーションオタクなんですけれども、皆さんもちろんご存知だと思うんです。ここには、クランプスだったりとか、ソニックスだったりとか、ヘイゼル・アトキンス、レジェンダリー・スターダスト・カーボーイズ、ノーバス、メトウス、もう、サイコビリーも好きなんですね。それはもう20歳ぐらいからサイコビリー、ネオロカサイコビリーから好きになって、そこからガレージっていう言葉を知るようになったっていうところで、僕は最初に好きになったのがこのアルバムだったりとか、このアルバム、これポジバンとかも入ってるんですけれども、今でもよく聴いてる、レコードなんですけれども、そのあたりからちょっとだんだん自分の頭のネジがずれてきた気がするんですよね。まっとうに行くんだったらすごいまっとうに、オーセンティックロカビリーに行く人もいれば、サイコビリだけに行く人もいれば、ネオロカだけに行く人もいれば、ポジパンだけに行く人もいれば、それこそ50年代、60年代含めたガレージパンクとかロカビリー行く人いるんですけれども、僕はこのあたりを聞いて、頭のネジがね、2、3本外れたっていう感じですね。